皆さんこんにちは、さくらあんです。今回は ROG Ally を紹介したいと思います。マザーボードやビデオカードなどのパソコン周辺機器、パソコンメーカーで有名な ASUS のゲーミングブランド、リパブリックオブゲーマーズから Windows 11搭載のポータブルゲーミング PC が発売されました。それがこちら、ROG Ally です。ROG Ally には CPU 違いで2つのモデルがあります。搭載 CPU が Ryzen Z1 Extreme の上位モデルと Ryzen Z1 の下位モデルです。今回 ASUS さんから Ryzen Z1 Extreme 搭載の上位モデルをお借りすることができたので、開封してレビューしてみたいと思います。このチャンネルではゲームの周辺機器や設定方法などをたくさん紹介しています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。内容物は ROG Ally、AC アダプター、スタンド、製品マニュアル、製品保証書です。本機をレビューする前にスペックを確認してみましょう。ROG Ally は AMD 社と ROG がポータブルゲーム機用に開発を行った AMD Ryzen Z1 シリーズプロセッサーを搭載しており、最先端のハイパフォーマンスをどこにでも持ち運べます。上位モデルの CPU は AMD の Ryzen Z1 Extreme、下位モデルは AMD の Ryzen Z1 を搭載しています。上位モデル、下位モデルともに CPU 以外のスペックは共通になっています。OS は Windows 11 Home、メモリは 16GB、SSD は 512GB、ディスプレイは7インチ液晶のタッチパネル、解像度は 1920×1080 のフル HD、リフレッシュレートは 120Hz、フル HD で高いリフレッシュレート 120Hz なので、テンポの速いゲームでも鮮明なビジュアルを提供してくれるとのことです。一般の液晶ディスプレイは200から300ニトなのに対し、ROG Ally は500ニトを誇ります。ちなみにニトは明るさを表す単位のことです。画面が明るく輝度が高いので、野外などの明るい環境下でも画面を鮮明に映し出してくれます。また画面には反射を抑えるコーティングがされていて、明るい場所でも画面が見やすくなっているとのことです。サイズは幅 280mm、奥行き 111.38mm、高さ 21.22mm から 32.43mm です。スイッチの有機 EL モデルと比べてみるとこんな感じです。ROG Ally の方が
一回り大きいです。重さは約 613g です。スイッチの有機 EL モデルは約 421g です。実際持って比べてみると、ROG Ally は見た目の大きさの割には思っていたよりも重たく感じません。ROG Ally の正面の外観はこんな感じです。ROG Ally はここにスピーカーがあり、スティックやボタンの位置が上部に搭載されています。A、B、X、Y ボタンのサイズは約 10.2mm です。ボタン配置は Xbox 仕様です。ツルツルしていて少し平らな形状です。スイッチのジョイコンと比べるとボタンサイズが大きく、スティックからボタンの位置が近いので指が届きやすく押しやすいです。押し心地はカチカチとクリック感があります。スティックの直径は約 16.2mm です。縁に溝があり、中心がへこんでいる形状です。中心はつるっとしていますが、へこんでいる形状のおかげで指がフィットし滑りにくくなっています。スティックの押し込みボタンは押しやすい押し心地です。スティックについて気になる点といえば耐久性ですね。スイッチのジョイコンのスティックはドリフトすることが多々ありますが、着脱式なので新しいジョイコンと交換したり、修理キットでスティックを修理できたりします。ROG Ally は着脱式ではないので、もしもドリフトした場合は本体ごと修理に出すか、本体を分解してサードパーティー製のスティックと交換するか、本体ごと買い替えるかとなるでしょうか。ちょっとその点が心配ですね。その他のメニューボタンやコマンドセンサーボタン、スピーカーなどは起動した後に紹介したいと思います。上部の外観はこんな感じです。搭載されているものがたくさんありますね。まずここが電源ボタンです。指紋センサーが搭載されています。隣に電源インジケーター、バッテリーインジケーター、音量ボタンが搭載されています。こちらは USB Type-C ポートです。付属のケーブルを接続して充電したり、モニターに接続する場合にハブを接続したりすることができます。この部分は ROG XG モバイルインターフェースという接続端子です。ここに外付けのグラフィックデバイスを接続することで ROG Ally のグラフィック性能を劇的に向上させることができます。ただし ROG XG モバイルインターフェースという接続端子なので、対応している外付け GPU は ASUS のもののみとなっています。隣はマイクロ SD カードスロットです。バスインターフェース UHS-2 の SD カードに対応しているので、高速ストレージが増設可能です。内蔵 SSD が 512GB と少し心もとない容量ですが、SD カードでも SSD とほぼ同じロード時間なので、ゲームの保存場所に困ることはなさそうです。その隣にはイヤホンジャックが搭載されています。上部には拡張機能がたくさん搭載されていますが、キャップが搭載されていないのが気になります。
ホコリが溜まってしまいそうですよね。使用しないポートにはコネクタキャップをつけておいた方がいいのではないかなと思います。LB、RB ボタンはサイズも大きめでカチカチとしっかりクリック感があり押しやすいです。LT、RT ボタンはトリガー式です。押し込みが深めのトリガーですね。トリガーストップなどは搭載されていないので、もしかすると慣れるまではちょっとプレイしにくいゲームもあるかもしれないですね。D パッドの直径は約 21.8mm です。D パッドは十字ではなく円形の形状です。カチカチとクリック感があり、押しやすい押し心地です。背面の外観はこんな感じです。背面には大きく通気口が搭載されています。左右でデザインが違い、右側は ROG のロゴになっています。ROG のロゴはマスクロゴと呼ばれ、赤いクロークをモチーフに組み込み、鷹の目の形状をイメージし制作されたとのことです。ホワイトの本体にレインボーカラーがアクセントになっていておしゃれですね。背面にはマクロボタンも搭載されています。マクロボタンはしっかりクリック感のある固めの押し心地でとても押しやすいです。固めなので誤って押してしまう心配がなさそうです。底面には搭載されているものは特にありません。グリップはこんな感じです。盛り上がった形状で溝が刻まれていて滑りにくくしっかり握ることができるグリップです。グリップが大きすぎず小さすぎずちょうどいいサイズなのがとってもいいです。外観の確認ができたので早速起動してみたいと思います。ROG Ally は Windows PC なので、初回起動時には Microsoft アカウント、Wi-Fi などの設定が必要になります。設定が終わったら、このように Windows のデスクトップ画面が表示されます。操作はディスプレイがタッチ操作に対応しているので、タッチで操作することができます。また、右スティックでマウスのカーソルを移動することができ、スティックの押し込みボタンか、上部の RB ボタンが左クリックとして操作することができます。ディスプレイのタッチ操作やボタンでゲームをダウンロード、設定することもできますが、キーボード、マウスを Bluetooth で接続すると便利です。また、他のデバイスから Google Chrome リモートデスクトップ経由で ROG Ally を操作してもいいと思います。こちらのアーモリークリエイトボタンを押すと、ゲームライブラリが表示されます。ここにインストールしたすべてのゲームが集約されているので、このライブラリから簡単にゲームを起動することができます。簡単にサクッとゲームを開始できるのは嬉しいですね。ゲームライブラリーの横にある設定のタブを開くと、ゲームパッドとデスクトップモードを切り替えるコントロールモード、パフォーマンスを設定するオペレーティングモード、カラーモードを選択するゲームビジュアル、ライティング、接続、オーディオなどを設定することができます。また、
コマンドセンターを編集することもできます。コマンドセンターボタンを押すと、画面の明るさ、音量の調整、電源を操作することができ、先ほどアーモリークレートで編集したコントロールモード、オペレーティングモードなどのコマンドを起動することができます。コマンドセンターは設定のショートカットという感じです。よく使うコマンドをアーモリークレートの設定で割り当てておくと便利ですね。実際にゲームをプレイしてみましょう。電源ボタンに指紋認証がついているので、毎回の認証が簡単にできます。アーモリークレートボタンからささっとゲームが起動できます。Windows が搭載されているので、多くのランチャーに対応しており、多彩なゲームを楽しむことができます。グリップが握りやすいので、613g の重さがあまり気にならないですね。フル HD120Hz のディスプレイは滑らかで綺麗ですね。特にびっくりしたのはスピーカーです。サウンドの音質がかなりいいです。ROG 来のスピーカーはドルビーアトモスに対応しているため、臨場感あふれるサウンドを体験することができます。ROG 来は Wi-Fi 6E に対応しているので、ワイヤレス通信が高速です。素晴らしい ROG 来ですが、気になる点も少しあります。画質とパフォーマンスを上げると、ファンの音が大きくなり、静かな部屋だとちょっと気になります。あとバッテリー。プレイするゲームによりますが、2時間ぐらいで充電する必要がありました。また、SSD が 512GB しか選択できないので、たくさんのゲームをダウンロードしたい方向けに、1TB や 2TB などの選択ができると、より良かったのではないかなと思いました。このように気になる点もありますが、ROG 来はコントローラーを接続して付属のスタンドに立ててゲームをプレイしたり、モニターに接続して大画面でゲームを楽しんだり、小型のパソコンとしても使用可能ですね。また、出張先でメールや書類の確認とともに夜はゲームも楽しむなんて使い方もできそうですね。今回紹介した商品のリンクは概要欄に貼っていますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。今回の動画は以上です。この動画が参考になった方は、高評価、チャンネル登録、SNS のフォローもぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。